エルメジンの藤原です。1月22日、今年入ってね、初の入荷日になります。もう全部はね、紹介できないですけれども、ちょっと内容濃いところだけ紹介させてもらいます。はい、T シャツ、チャンピオンの、刺繍タグ90年代のイエールですね。白ボディの、ネイビーのラバープリント。はい、こちら、バータグラージでウエストポイント黒ですね。はい、雰囲気いいですね。はい、相変わらず人気です。チャンピオンのフットボール T シャツ、はいこちらハーバード、タグがねちょっと欠損しております。こちらは下がねでも S サイズ、はい、こちらがケントステートバータグのエクストララージ、ネイビーで下にもタグがあります、はい、これも雰囲気いいです。はい、続いてノートルダムが2枚、こちらもネイビーにイエローのラバープリントですね。こちらトリコのラージと、こちらちょっとタグが欠損してます下、ミディアムサイズですね。これどちらも状態いいと思います。はい、そして久しぶりですね。はい、これ僕もね、昔持ってましたけど、はい、トリコのラージのグレー霜降りのロンティーになります。多分相当数少ないと思いますね。はい、ラージサイズ。そしてこちらが長袖のフットボールなんですけども、下の内側にタグがウィルソンですね。サイズ40、はい、こちらもね古いタイプですね。はい、そしてナイキが2枚です。はい、こちらコンタグのラージ、はい、この、ラバープリントですけども、はい、こちらがオレンジスウォッシュのミディアムサイズ、袖にゴツナイキが、はい、プリントされてる状態もいいですね。グレーの絞り、ナイキも最近本当に見なくなりました。はい、続いてシャツいきます。こちらね DC ウエスタンシャツですけども、15ハーフの黒ボディです。黒ボディで60年代ですね。これちなみに袖オリジナルの半袖です。半袖のウエスタン、しかも黒、これ珍しいと思います。はい、こちらが 50s ぐらいのねシャツ、ストライプシャツです。エアーマンというねシャツですけども、こちらもね、マチ付きでちょっとね丈長めで状態がね非常にいいです。こちらもね15ぐらいですかね、サイズが。はい、これ珍しいと思います。はい、続いてネルシャツとウエスタンシャツになります。はい、こちら、定番のビッグマックですね。はい、最近この辺のねパイルの、オールドのねネルシャツも最近出なくなりました。こちらそうだ、マチはついてないタイプ。逆に言うと着丈がいいサイズ感ですね。パイルの状態も非常にいいと思います。サイズはね15ハーフから16ぐらいでしょうか。サイズ表記はミディアムサイズです。そして、はいリーバイスのスリムフィットのウエスタンシャツですね。16ハーフ、はい、綺麗な緑です。はい、この手の綺麗なチェックもね、春先使えるんじゃないでしょうか。16ハーフ意外とねウエスタン細めなので、僕ちょうどよく着れるサイズ感です。はい、続いてレーヨンシャツですね。はい、タグはねちょっとこちら欠損してしまってますが綺麗なチェックです。はい、そしてこちらがブレント、ちょっとサイズがね S サイズですけども、こちらねちょっとダークな色目の、はい、レーヨンシャツ、この色も綺麗ですね。サイズこちらミディアムサイズぐらいです。ちょっと丈はね長めです。はい、続いてラルフローレンです。はい、こちらねカノコシャツ、カノコのシャツですね。カノコのブラック XL です。はい、開きでポニーマークは下にはないですね。もうシンプルに無地。はい、こちらが同じく XL で、こちらはね、素材的にはなんですかね、T シャツぐらいな素材です。脇がこう割れてるタイプで、こちらもポニーマークがついてないシンプルな無地ですね。ちょっと XL 大きめかもしれませんが、ちょっと大人っぽいアイテムです。はい、続いてもラルフローレン、これ面白いですね。はい、L サイズのこちらにビッグポロですね、いわゆる、タイダイ染めになってるんで、もしかしたらねオリジナルではなくて後からこういうタイダイ染めにしたんじゃないでしょうか。ボディは多分ね薄いベージュだったのをこういう風なタイダイで染めてます。
まあちょっと一点物感あってね非常にいいと思います。はい、続いてシャンブレーシャツちょっと1点でいこう。ヘラクレスのシャンブレー、サイズ16です。はい、まあデッドストックですね。緑のこの刺繍タグなので皿ボタンではないです。はい、こちらマチ付きでちょっとね畳み焼けはあるんですが、まあ、ちょっとねうまく選択していただければ綺麗になると思います。デッドストックのシャンブレーシャツ、最近見なくなりましたね。はい、続いてちょっとね、はい、フォーティーズのアーミーシャツ、はい、こちらネームもねついて珍しいですね。US ナーバル、USN ですね。はい、US ネイビーのサイズが、ちょっと小さめだと思いますね。これ15ぐらいでしょうか。雰囲気いいですね。雰囲気系です。後ろステンシルも入ってます。はい、はい、続いてこれ2枚いっちゃおうかな。ちょっとねサイズがねどちらも小さめです。こちらグレシャン、ちなみに水が通ってない程度ですね。こちらも、はい、ダブルステッチの襟でボタンもねいいですね。古いです。はい、こちらもサイズが、14というサイズです。ちょっと小さめですよね。はい、ただ猫目のメタルボタンです。はい、こちらもちょっと小さめですが、まあ、細い男性もしくは女性、ヴィンテージ好きな女性ぜひ。はい、こちらも古いですね。サイズ13なので結構小さめです。はい、まあ20とか30あたりのでしょうかね。このチェックのプルオーバーになります。ちょっと子供はね子供サイズかもしれませんが珍しいと思います。はい、続いてネルシャツ2枚、どちらもデッドストックになります。こちらサンバレーですね。サンバレーの40s あたりでしょうか。はい、こちらサイズが15ハーフ。まあ、今はねデッドなんでこう丈も長いですけど、もし着られたい方は洗って乾燥機ぶち込んでください。いいサイズになると思います。こちらも、はい、15ハーフのデッドストックですね。ちょっとこう厚手のこうフランネルだと思います。はい、もうなかなか出てこないですねデッドストック。はい、続いてヴィンテージスウェットになります。ちょっとね最近ねすごい数入ってなかったですけど今月結構多いと思います。ネイビーボディの前 V、 これはね多分 XL あると思います。そしてこちらも白ボディで、はい、染み込みですね。タグは欠損してますが染み込みのプリントかなりいいと思います。こちらもラージサイズはあると思います。はい、続いて黒のスウェットです。黒のスウェットですね。はい、こちらカラーフロッキーになります。黒ボディで、はい、ウィスコンシンのカラーフロッキー、サイズがちょっと小さめですね。60年代ぐらいで多分ねスモールサイズかもしれません。これは、はい、こちらは黒ボディ、ラバープリントいいですね。ニューヨーク。そしてこれはねラージ縮みぐらいだと思います。はい、続いて、はい、ネイビーと白、こちらがサイズ表記刺繍ねラージと入ってます。はい、ネイビーボディで、これもフロッキープリントですね。はい、そしてこちらはタグが欠損してますが白ボディでプリントはいいですね。こちらはラバープリントですね。こちらも白ボディの方はラージサイズぐらいあります。はい、続いてネイビーとグレーボディ、ネイビーの方はランタグです。ランタグのラージ、はい、こちらももう定番のねプリントですけれども、このいい感じの、ひび割れラバーですね。そしてこちらグレーボディはタグ欠損してますが、こちらも多分チャンピオンじゃないでしょうか。はい、ラバープリントのボディの状態これ非常にいいです。多分ねラージから XL あるんじゃないでしょうか。はい、まだね肉厚です。はい、グレーボディの XL 表記前 V です。シンプルなね、前 V ですけども XL あります。はい、合わせやすい、シンプルなグレーの前 V スウェット。はい、フルジップパーカーです。色がねフェードした雰囲気の
はい、緑、そしてパチポケですね。サイズがねちょっとこれはミディアムサイズぐらいかなと思います。はい、そしてグレーボディがこちら、一応エクストララージですね。46と入ってます。はい、これもグレーのパチポケね、バランスいい、形もね結構いいんじゃないでしょうか。はい、久しぶりです。アコム XL 表記ですけどね、ボーイズの18というサイズなのでちょっと小さめですけれども、まあ見た目 M ぐらいでしょうか。はい、合わせてちょっとね僕は小さいんですけれども、赤グレーのツートン、最近ねあまり見なくなったと思いますが、今ツートン系ね人気あります。はい、あとはネイビーのパーカーフルジップ。はい、こちらヘインズの、はい、ウィンドシールド M サイズです。中がねサーマルのタイプで、はい、まあこのね色の雰囲気もいいと思います。そしてこちらはブレントの L、はい、こちらもねパーカーですけれども、どちらも雰囲気いいんじゃないでしょうか。はい、こちら赤ボディだと思うんですけれども、ちょっとねブリッジされたのか色がちょっとこのベージュっぽくなってて、ステッチがねこの赤っていうのもね可愛いと思います。こちらも XL ぐらいありますね、大きさ的には。はい、雰囲気系です。はい、1枚スペシャルです。スプルースボディ M サイズですけれども、はい、まあ女性可愛いんじゃないでしょうかね。このシュローダー、はい、そしてスウェットベートーベン着てます。タグ付きで状態もいいですね。はい、後ろももちろん染み込みのプリント。最近ねスヌーピーの人気も急上昇です。そしてこのシュローダーは数少ないです。 M サイズです。はい、続いて、久しぶりだと思いますね。ブラウンズビーチのベストなんですけど、どちらも形とサイズがいいです。はい、こちらはね、三角タグの白タグ、はい、ブラウンズビーチサイズがね多分36ぐらいだと思います。下がちょっと焼けありますけどね、全然切れる程度ですね。はい、まあ縮んでしまってるのでどうしても小さいんですけど、こちらは、はい、オールドの刺繍の方ですね。40s、はい、こちらの方は状態いいかと思いますが、どちらもね36とか38のサイズです。はい、レディースのロッキーマウンテンです。はい、このね襟ファーのタイプの方は数少ないです。そしてブラウン、はい、このウエスタンの石のボタンも状態的にはねいいと思います。一時期はねほんとピークすごい値段してましたけど、だいぶ値段落ち着きました。僕も何気に最近で自分のサイズ44でね買ってきてます。やっぱりいい商品ですね。続いてセーター1着、はい、ランタグの、42ですね。デカランタグ、はい、黒の一応前 V、まあピート入ってねプリンストンですかね。はい、42ですけど少し縮んでます。デカランタグのニット。はい、続いてパタゴニア、はい、チンチラグリセード、はい、こちらかぶりになりますけれども、はい、チンチラグリセードはね90年代前半です。この濃いブルーに、はい、裏のねナイロンがこのピンク、はい、サイズがね L サイズになります。そしてレトロ X1 枚、ネイビーでメンズの M サイズ、まあ、このパチクポケのねブルーも綺麗じゃないでしょうか。 M サイズと L サイズです。はい、久しぶりですね。レディーバーはスカイライナーです。ちょっとタグのサイズ表記がちょっと欠損してます。おそらく36ぐらいのサイズでしょうか。はい、赤のねスカイライナーもかっこいいと思います。状態はね非常にいいですし、まあこのね一気に大人っぽくなりますね、レディーバーは。はい、続いては LLB です。はい、こちらも定番ですね。かぶりの筆記体 M サイズになります。筆記体の M サイズだと僕がちょうどいいサイズ感だと思います。僕もねこれ大好きなんですけど、はい、M サイズちょっとゆったり着るにはちょうどいいと思います。はい、そしてこれ僕も初見でしたね。ラルフ・ローレンなんですけど、はい、
こちらサイズ XS 表記オールドのタグですね。はい、80年代頃のなのでなんか作りがね非常にいいと思います。中これダウンでしょうか。はい、この頃の XS なので、まあ、今でいう36ぐらいでしょうかね。はい、なかなかこの頃のねもう状態も含めてちょっとこれ色がね少しフェードしてる感じも雰囲気いいと思います。はい、続いてはこれもね一気に高級感出ますけれども、はい、アバクロです。アバークロンビアのフィッチ。はい、そして50年代ぐらいですかね。はい、この程度は素晴らしいですね。コヨテファーも綺麗に残ってます。はい、サイズ表記はちょっと欠損してるんですが、おそらくそうですね、身幅からいくと44ぐらいでしょうか。 L から XL っていう表記だと思います。しかも両開きジッパーで、はい、これはかっこいいですね。なかなか見ないと思います。アバクロ。はい、続いてミリタリーです。はい、US マリンコープですね。マリンコープのダックハンター。はい、状態ね非常にいいと思います。はい、こちらまあベルトループ付きのね後ろのポケットないタイプ、これサイドにつくタイプですね。はい、もちろんこれね実はリバーシブルです。あまりブラウンで履く人ねいないかもしれませんが、はい、逆にブラウンで履いてもかっこいいと思います。こちらサイズがですね、35の29、いいサイズじゃないでしょうか。ちょっとゆったり履くにはもってこいだと思います。状態もいいです。はい、続いてミッチェルカモですね。ちょっと形がね変わってます。まあ、若干ねカスタムされてるような感じがするんですけれども、ちょっとこうテーラードっぽくなってるこの形もねなんかあまり見かけない形かなと思います。まあ、ポケットついてたりとかね。サイズはねちょっと小さめです。36ぐらいかなと思います。はい、続いて M65 のファースト。サイズいいですね。スモールショート、細い男性、間違いないと思います。しかもねちょっとね雰囲気ねめちゃめちゃいいです。もちろんこのエパレットなし、スモールショートっていうのはね、はい、なかなかこのサイズも出ないんじゃないでしょうか。はい、M65 のオールコットンです。よいしょ、こちらタグがちょっとね破けてしまってますが、こちらがミディアムレギュラーですね。ミディアムレギュラー。ミディアムレギュラーは僕がちょうどいいサイズ感です。これもやっぱ程度いいですね。はい。続いて僕も大好きなんですけど、US マリンコープのこの三つポケ。はい。40s ですね、どちらも。マリンコープ最近ね、フィリンボンドなかなかこう程度がいいのもサイズがねどちらも36ぐらいでいいと思います。こちらがもう一発古い服ですね。ダブルステッチの襟です。こちらサイズがね38から40ぐらいでしょうか。僕がジャストサイズ。この三つ付けで僕も実は大好きで僕も持ってますけれども、はい、非常に形がいいんです。はい、おすすめです。はい、続いてははい、こちら M44 ですね。 M44 のデッドストック。はい、ここも全部読めますね。サイズ40。はい、このデザインもかっこいいですよね。開きでしかもデッドです。ちょっとシワは寄ってますけれども完全に水通ってない状態です。これかっこいいんじゃないでしょうか。はい、続いてファティーグのノンリップ。はい、エクストラスモールのレギュラーです。 XS の、レギュラー、ここステンシルも入ってますし、はい、後ろ、はい、このアジャスター付きのタイプ、まあ、XS、まあ、細い男性ぜひ状態非常にいいです。はい、続いてはミリタリーで N1 です。もうこちらもねちょっとジッパー交換されてたりとかサイズ40なんですけども、はい、全体的にねこう焼けがあったりとかもういわゆる雰囲気系です。サイズ40、僕がジャストサイズですね。はい、まあだいぶお値段もお手頃です。はい、続いて MA1 です。これも状態いいですね。はい、ジョン、ウォーベイっていうブランドですけれども、こちらねでもついてないタイプなんで、
ちょっと B タイプですね。ただラージで、はい、これもついてます。まあ、MA1 のラージサイズ、そんなにこれね縮みも出てなくて状態が非常にいいです。このワッペンも非常にいいですね。はい、MA1、はい、久しぶりですね。こちらも B15D です。サイズが38、はい、まあ、クラウンジップのもう MA1 のいわゆる前身ですね。はい、38なので僕は多分ちょっと小さいんですが、フライトジャケット好きの方ね、ぜひこの程度はもう抜群にいいと思います。はい、続いて M48、 ちょっと重いので、はい、サイズ表記が M サイズになります。はい、これでもまだ残ってますし、はい、オールコットンの、フィッシュテールですね。ちょっとまあ焼けとか汚れがあるんですが、はい、48です。はい、続いて M1947 のオーバーコート、はい、こちらも結構ヘビーな重さがありますが、はい、サイズおそらくね S サイズだと思います。ベルトはちょっとね欠損してますが、はい、S サイズもなかなかね最近見なくなりましたね。僕が着て多分ジャストサイズです。はい、そして今回のミリタリーのスペシャル、N2 ですね。もうこの色目抜群にいいと思います。エアフォースマークもしっかり残ってますし、はい、このやっぱバネクラね最高にかっこいいですね。はい、そして襟のファーも見てください、これ超程度いいです。そしてサイズがラージ、はい、リードですね。ちょっとこの内側少しだけ汚れはあったりするんですが、まああとそうですね、あとほとんどリブもね全然綺麗です。 N2 ここまで程度のいいのはね、うち多分過去に出したことないかもしれません。はい、当然フードのねバネクラもしっかり残ってます。久しぶりのスペシャルです。はい、今月、うちのバイヤーチームがですねスタジャンを、はい、かなり入れました。まあこういったね年代もねもちろんこうばらつきはあるんですけど、これなんかサイズが46、はい、黒ボディですね、ワッペンもあって、はい、あとこういった形で状態のいいスタジャンが、はい、結構入ってます。この無地なんかもいいですね。はい、ちょっとね今年の冬結構スタジャンもね、売れてると思いますし、ちょっとこういろいろと集めてもらいました。はい、まあ、ちょっとこの辺は紹介しましょうか。はい、シンプルにボタンスターです。ボタンでこちらがチャンピオンのランタグの44、いいですね。まあ、赤ボディですかねに黒の、リブなんですけれども、そしてバックに、はい、こういったフロッキーの文字も入ってます。しかも44、大きい、いいですね。はい、これはね僕ね初見です。はい、こちらもチャンピオン、まあ、ボディ的にはね70年代ぐらいだと思うんですが、ボディがレザーで袖がこれねリブの、はい、リブのタイプになってます。はい、M サイズなんですけどちょっとまあ大きめですね。一応僕が、はい、ジャストサイズで着れるぐらいのサイズ感です。そしてバックプリントも入ってます。もちろんこのレザー部分なのでねこういったプリントになるんですけれども、これちょっとね変わり種ですね。はい、珍しいと思います。はい、ちょっと場所変わったんですけど、こちら、リーバイスのねコーデュロイの46、そしてこれねデッドストックになります。水通ってない状態ですね。はい、まあ、ベージュですけどねやっぱ46、しかもデッド、はい、これはなかなかないと思います。そして今月もですね70505、はい、盛りだくさんです。はい、濃いですね。これでかいですね。はい、こういった形でこれ一応全部ビッグインになります。はい、これでちょっと小さめですけど色いいですね。めっちゃ色いいですね。はい、これでかい。はい、まあもう本当にね毎月バイヤーにも頼むからじいじゃん集めてくれと言ってます。そして今回も70505、先月入れたやつもね結構いいスピードでなくなりました。まあ、今月もねこれだけびっくりが入ってます。今月もリバースイブ
かなりすごいです。はい、まあ、シンプルにね、黒からピンク、そしてこれ白ボディでバックプリントです。ここにもねこういう形で刺繍、これ珍しいですね。はい、この色目もそうです。はい、この辺はね、刺繍の90年代から80年代ですけれども、はい、いいプリントいっぱいあります。そしてこれね刺繍で後ろのミシガン、これ珍しいですね。はい、他にもですけれどもクルーネック、これいいですね。刺繍の XL で染み込みスミスカレッジ。はい、ネイビーボディと、これいいですね。刺繍の XS ダートマスのリバースウィーブもなかなかないと思います。はい、そしてこれ刺繍で胸に99、そしてバックプリント。はい、こちらもペンステートのパーカーでバックプリント。はい、パーカー類もね今回結構あります。染み込み、はい、いいですね。オハイオステート。はい、この辺染み込み、ラバー、最後染み込みです。結構グレードのいいね 80s、90s のリバースもあります。いっぱいまだまだあります。はい、こちら2フェイスのねパーカーだったらパーカーがちょっとね切られてしまってますが、2フェイスで染み込みです。はい、ネイビーもあります。そしてフルジップパーカー2つ、フルスナップパーカー、これ珍しいんですよ。刺繍のラージですが、胸にプリントと刺繍と下にもチャンピオンマークついてます。これ珍しいですね。はい、続いてランズエンドですね。はい、ナーバル系、そしてキングスポイント。はい、こちらアバクロです。アバクロのリバース、そしてオハイオステート、こちら目つきです。しかもね程度がバキバキです。そしてこれね後染めだと思います。黒ボディになっちゃってるんですけど、多分単色をちょっとね黒く染めたっていう、ちょっとかっこいいですね。はい、続いて、単色ですね。はい、リバースの単色で、はい、ネイビーです。こちらが青タンのスモールサイズ、そしてこちらは、はい、黄色の単色の XL ですね。単色珍しいと思います。ネイビー。続いてタグがねちょっと欠損してしまってますが USMA 前 V ですね。多分サイズはねスモールサイズだと思います。状態はねいいんですけどね。はい、あとは単色ですね。こちら単色タグの、はい、ちょっと襟元がねダメージありますが、青タンの XL エンジボディと、はい、グレーで黄色単色 XL です。緑のラバープリントですけどね、プリントもいいですね。はい、そしてこのプリントです赤タンの M サイズ。はい、エンジでねこの黄色のラバー、このプリントいいと思います。そしてめちゃめちゃ程度いいんです。はい、結構バキバキですね。はい、続いてが単色なんですけど、これはいいですね。僕もちょっとこれ好きです。赤タンかな、赤タンラージのブラウン大学ですけども、はい、ちょっとね若干焼けはあるんですけどね、めちゃめちゃ雰囲気ですね。そしてネイビーのボディでエンジの単色のラージ、ネイビーボディでこちらもねラバープリントですが雰囲気いいと思います。はい、そしておそらくね叩きタグだと思うんですけれども、タグは欠損しています。白と脇のねちょっとこう微妙にツートンになってまして、はい、パープルのラバープリント、おそらくサイズはね M サイズじゃないかなと思います。ラージ縮みもしくは M サイズでそんな縮んでないか、ちょっとね、襟元とかダメージありますけど雰囲気系でいいと思います。続いてちょっとねまあスペシャルリバースと言っちゃダメなんですけどね、こちらがどちらも、胸の刺繍なしの無地になります。そしてこれパープル刺繍のラージなんですけれどもバッキバキです。はい、いい色ですね。そしてこちらのグリーンが XL なんですけど面白いです。こちら反対の袖にもついてます。両袖にチャンピオンマークがついてます。はい、続いて刺繍のエクストララージブラックです。ブラックの目なし、はい、もう大好きな方いっぱいいるんじゃないでしょうか。そして今回のスペシャルですね、トリコのエクストララージ、はい、見てください。黒ボディ、しかもいい感じに焼けてます。先ほどの黒とねちょっと違いますね。
そしてここ内縫いになってます。そして左袖見てください。色が違うんですね。黒ボディツートン XL です。しかも雰囲気抜群にいいですね。はい、これはスペシャルです。はい、みんな大好きイエール、はい、白ボディとグレーボディのラバープリントになります。はい、刺繍のラージの白ボディと刺繍のラージ同じですね。どちらも、はい、まあラバープリントですけどね、もうちょっとシミはちょっとあったりしますけど、ボディの状態非常にいいです。そして、はい、刺繍のエクストララージグレーボディでデカイエールです。はい、デカイエールサイズも XL なんでね、しかも状態いいです。はい、通常のね先ほど見せたイエールよりこのデカイエールの方が僕は少ないと思ってます。そして、はい、刺繍のラージちょっと首元ねポロポロっとダメージきてますが、はい、グレーボディこちら側を見せるということはバックの Y です。はい、まあ僕もねイエールもちろん大好きですし Y まあ豊かな Y って言っちゃうとねあれなんですけど、バックプリントの Y 本当にね珍しいと思います。はい、スペシャルです。はい、続いてカバーオール結構入りました。リーの 91J サイズ40と、はい、同じく 91J の46です。46はね結構でかいんですが、はい、どちらもねいい感じのユーズドです。特にね大きいダメージはないですが、はい、どちらもまあ60年代の 91J ですね。はい、続いてザ対戦モデルです。ちょっとブランド名はねタグがちょっとないんですけれども、はい、月桂樹ボタンの2ポケ、そしてラグランでサイズがねいいんです。これ36ぐらいでしょうか。はい、ゴールデンサイズの2ポケ対戦モデルです。はい、こちらも古いですね。こちらもノーブランドなんですけれども黒ラッカーで、はい、3つポケ、はい、ミリタリーのね生地みたいな使い方生地を使ってるとじゃないでしょうか。真っコンコンですね。サイズがちょっと大きめです。46ぐらいありそうですね。はい、でもね、着丈がそこまで長くないので逆に着やすいと思います。バキバキのワンウォッシュぐらいですね。はい、続いて久しぶりです。リーの 44J ですね。はい、42、そしてロング L ボタンなので、はい、50年代ですかね。はい、そしてバックプリントが可愛いですね。はい、56年とプリントされております。はい、プリンスのね、まあ、虎のこれは何ですかね、ちょっとトロフィーかな。はい、42のサイズです。はい、これも僕も久しぶりに見ましたね。フィンクスサイズが38のブラウンダックなんですけど、はい、こちらカーハートなんですけどね、これもチョコレートブラウン、濃いブラウンです。こっちの方がね数少ないと思いますね。ちょっとねポロポロとダメージあるんですけど雰囲気系です。色のねチョコレートブラウンの色の雰囲気もね抜群にいいと思います。はい、続いてカーハート、襟がコーデュロイのタイプで、はい、でもポケット変形ポケット、はい、後ろはこのアジャスターがついてるタイプで、サイズがね、こちらいいサイズですね。38ぐらいだと思います。こちらもちょっとね雰囲気系なんですけれども、かっこいいですね。変形ポケット、そしてこちらがカーハートの同じく変形ポケットの 40s ですね。はい、もうブラウンの色もね抜群にいいと思います。そしてサイズこちらはねアジャスター入ってないタイプなのでちょっと着やすいと思います。サイズが素晴らしいいいサイズですね。僕でジャストサイズ40ぐらいです。はい、もうやっぱブラウンダックのね、カバーオールといえばやっぱカーハート、あとねヘッドライトだったりとかさっきのフィンクスみたいなのもありますけど、やっぱねデニムのねカバーオールもいいですけどブラウンダック数少ないです。これ雰囲気めちゃめちゃいいですね。はい、続いてジージャンたちです。リーのストームライダー、はい、101LJ ですね。38、こちらね MR が入ってるので一応ちょうどね70年代に切り替わるところです。でもねデニムの色結構いいですしマッコンですね。はい、やっぱストームライダーもねこう程度のいいのはなかなか見つかりません。
はい、続いて559、はいダブル X 表記ないんですがサイズがね結構大きめです。こちら44ぐらいあると思います。そしてブランケット付きなので色落ちがねめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、大きめの559。そして今回サードがねいいですよ。557、42です。そして D ボタンなので、はい、まあもちろん WX 表記ないので裏薄ではないタイプですが42で状態いいです。はい、続いてよいしょ、こちらも557サイズ40です。はい、こちらも D ですね。なので裏は薄くないですが、はい、こちらも色濃いですね。40なのでねちょっと縮んでるので今38ぐらいのサイズ感だと思います。コンディションいいサードなかなか出てこないです。そしてこちらがまた綺麗ですね。 557WX です。これは42表記のこちらも D ボタン、はい、こちら WX なんで生地が裏薄です。色もね濃いです。そしてこの年代イエローステッチが多いんですね。これ42なので僕がいわゆるジャストサイズぐらいです。サードの濃いやつお探しの方ぜひ。そして今回が1枚 506WX ファーストです。はい、もちろんボタンからずれてます。色目的にもねまだ状態もいいですし後ろはもちろん針です。はい42縮みぐらいだと思います。実寸が40ぐらいはありますね。大きいファーストなかなかね見つからないですし色もね濃い方だと思います。はい、続いて久しぶりの入荷になります、ラングラー 11MJ いわゆるファーストラングラーのファーストですね。この年代いわゆるジョン・レノンさんが着てた年代だと思います。42僕が、T シャツとかロン T でジャストサイズぐらいですかね。僕自分で着るのは44ぐらいを探してますがなかなか見つかりません。はい、これもね状態もいいと思います。ラングラーね着丈長くて多分 G ジャンの中では一番形いいかもしれません。はい、ラングラーファーストをお探しの方ぜひ。続いてジーンズたちなんですけど、軽くこの辺紹介しましょう。久しぶりですね。リーンズです。606とね一緒の形なんですけどリーンズいわゆるスリムのリーンになります。デニムのね色落ちもいいと思います。そしてリーバイスの、スタップレーのコーデュロイ意外とないですね。しかもネイビーですすごく雰囲気いいです。はい、当然金のビッグイのタグがついてます。はい、サイズもいいですね。362パチ、はい、リバースのパンツなんですけど、はい、この線を見て分かる人は2だと思いますね。はい、ダートマスです。ダートマスのトリコの XL これはいいですね。ちょっと欲しいですね。はい、これも久しぶりですね。リーのダックのパンツ、はい、これ雰囲気系めちゃめちゃかっこいいですね。はい、3428ウエスト表記は36なんですけれども、はい、これ雰囲気いいと思います。はい、そして今回ね久しぶりです。こちらもラングラーのジーンズ 11MWZ、はい、どちらも状態良さそうですね。しかも濃いです。ラングラーお探しの方フェイクアルファの方にもね最近なかなか入りません。でこちらどちらもねサイズもいいですし状態いいです。そしてね、こちら701とかも入ってます。はい、ちょっとね大きめなので、メンズでも結構いけちゃうかもしれません。あとこの辺はビッグ E、はい、66、はい、517505あたりが入ってます。そしてここは WX ですね。はい、こちら 501WX の、センターループそしてカッパーということはレザーバッジですね。はい、色めちゃめちゃいいんですね。濃いですまだ。そして実寸が3729、はい、めちゃめちゃ色落ちいいですね。そしてよく見ていただくとレインボーステッチです。はい、後ろのね蜂の巣も綺麗に出てます。なのでパッチ容器で3831とかだと思います。はい、その辺のサイズの方ぜひ。はい、
こちらも 501WX の片面です。片面実寸サイズが3233、パッチサイズ3336表記だと思います。はい、片面です。はい、続いて同じく片面ですね。はい、ちょっとね赤タブが欠損してしまってるんですが、もうこの極太、はい、そしてオールイエローステッチですね。サイドステッチも長くてひげ、そして実寸が3133、はい、レングスちょい長いですけどね、色落ちめちゃめちゃいいです。はい、こちらも同じくですね 501WX、こちらも片面です。これもひげ、はい、後ろも状態もいいと思います。サイズ実寸が3233、いいですね、濃いです。1本ちょっとこれも紹介したいな。505探しの方、はい、久しぶりです。色濃いですね。505ビッグイ、はい、大文字の3030表記、赤タブは R オンリーなんですけれども色濃いです。まだまだ濃い505はねなかなか出ないですし、3030表記ですけど実寸通りです。はい、なかなか濃いの出ません。今月のスペシャル 501WX の片面47年モデルですね。47モデルもうズバリなんですけど、こちらオールイエローステッチです。そしてレザーパッチ読めます。3432表記、おそらくなんですけどこれ微妙に水がね通ってるか通ってないかぐらいなコンディションです。まだね内側がね真っ黒なんです。そしてねワンウォッシュのねWX と比べるとめちゃくちゃ濃いんです。色が深いです。はい、ちょっとね裾を折ってる跡とかはあるんですが、もうまさにオールイエローステッチ47モデル、46じゃないですね、47です。ただ色がね真っ黒です。そして最後に、はい、このコンディションは早々に出なくなりましたね。1922年モデル、はい、ディテールとしては30年代に入ります。レザーパッチもバッチリ残って、後ろの針はねあえて通してません。実寸3529です。レザーパッチ表記は、読めないんですけどね、うっすら 501WX は読めるんですけど、おそらくパッチ表記はサブ631、はい、見てください、このコンディションです。はい、ひげも出てますし、僕の大好きなマッチの跡もついてます。ちょっとポツッとね、ダメージってほどでもないんですけど、レングスももちろんオリジナルのチェーンステッチです。22モデル、久しぶりですね、スペシャル。続いてねこのキッズのオーバーオールを1着、はい、ワンポケットの機関車ボタンです。はい、もう完全キッズサイズですね。幼稚園から小学校低学年ぐらいだったら着れるのかなと。あとね家のディスプレイにもなると思います。ワンポケットですね、いいです。そして久しぶりにジョーダン1が入ってきました。ちょっとね程度に関してはこのいうところが剥げてしまったりとか、ただ今ねジョーダンの1、そしてこのカラーリングが一番人気らしいです。はい、そしてこちらサイズが8になります。こちらのね8なんですけど、ちょっとねインソールの方が若干ねちょっと壊れてしまってたんですけど、中に1枚インソール入れていただければね履けると思います。そしてこちらがサイズ9ですね。9、少しねこういう擦れはあるんですが、まだソールもね状態いいと思います。ご自宅にディスプレイする方もいると思います。サイズ9の、ブルーズカラー、そして、こちらダンクです。ちょっと紐がね変わってしまっているのでこういう伸び縮みする紐がついちゃってるんですが、ダンクのカラー的には、ね、いわゆるジョーダンでいうノースカロライナカラーですね。水色白のダンク、サイズは9になります。はい、あとはジャックパーセル、白の、サイズが11になります。そしてジャックパーセルデッドストックですね。90年代のデッドストック、白のジャックパーセルになります。
あとレッドウィングですね。こちらオールドタイプ、ゴールドのタグがついてます。この形もね、バイカーの方とかね、ぜひこちら前はスチールは入ってないか、雰囲気茶新ですね。はい、あと、本当に綺麗な状態です。ビユーズドのオールデン。はい、後ろもねこういった別注のタイプだと思いますね。サイズはね10になります。はい、こちらも内側に別注の、インストール見てもらってもね全然汚れがないです。こちらもサイズ10。ちょっとこれは多分ね履いたというよりは、床に置いててこ擦れただけだと思います。もうほんと新品の状態ですね、ほぼほぼ。はい、こういった形でね、久しぶりにジョーダンのファースト、なかなか店頭にね最近出すことはできないんですが、はい、明日22日ですね。ちょっと今月、遅れて、一周遅れた感じの入荷日になります。お店オープンが13時からになります。当日のね、通販等はちょっとお断りさせていただきますが、ちょっとオミクロンのねコロナの方もあれですが、お店の方にご来店、よろしくお願いします。